そこです。とんでもない状況になってきました。毎年10万円もらえるお金が増える。あるいは全国民10万円給付のこの2つの内容についてそれぞれ動きがありましたので、取材を独自にさせていただいた部分もありますので、それについて早速お話しさせていただきたいというふうに思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出たら知りたいというふうに思っている方、給付金の申請始まったらできるだけ早く申請して、できるだけ早く給付をされたいと思っていらっしゃる方、あるいは申請が始まったら確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたら、すぐに動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、すぐにご覧になっていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。独自に取材をさせていただいた部分も、最初にお話しさせていただきたいと思いますが、もともとお話しさせていただいてきた、この毎年10万円もらえるお金が増えるということと、全国民10万円給付と、これそれぞれについて、動きがありましたので、それについて早速速報でお話したいと思います。なんと、先週中にも大体まとまるだろうというふうに思われていた与党と野党の協議、まだまとまっていませんというところです。で、これなんでかっていうと、この与党と野党の議論がまとまってないっていうのは、まず2つあるんですけど、1つは、まず野党がやりたいと思っている政策を与党、自民党とかにですね、OK してもらうっていうタイミングがここですと。それはなんでかっていうと、この予算、自民党が来年度の予算を今組み立てているところで、その予算について国会で審議がされていますと。その国会で審議をされていて、来月は参議院で審議をするって形になるので、衆議院を通過する期限っていうのは2月の末ですと。正確に言うと3月2日ですというところがあります。これなんでかっていうと、衆議院を通過して30日後には、予算は自動的に成立するっていうふうな性質が、そういうルールになってるからですね。参議院で揉めてまとまらなかったとしても30日後には衆議院で決めたものが成立するというふうな性質がありますと。で、それについてなんでこの2月28日までに決めなきゃいけない、ごめんなさい、3月2日までに決めなきゃいけないかっていうと、来年度の予算だからですね。4月から執行される予算についての、今議論を国会でしていると、衆議院でしているというところですので、この予算について賛成するか反対するかっていうことが、もう期限が迫っているわけですね。で、その期限が迫っているっていうのは何かっていうと、自民党は過半数を割れているので、野党のどこかの党に賛成してもらえないと予算を通過させることができない。衆議院を、賛成多数で通過させる、過半数取って通過させることができないので、与党との協議でまとまる必要があると。与党の言ってきているその政策どれかは飲んで、ある程度妥協してまとまる必要があると。賛成してもらう必要があるという状況があるというのが一つです。で、あるにもかかわらず、この野党の出してきている案について、まだこの自民党とまとまった党っていうのはまだないと、いうふうに言われています。で、ある見方では、維新の方がですね、この高校無償化っていうところについて、自民党と妥結して、予算に賛成するんじゃないかということも言われてますし、いやいや賛成しないで、反対でいくんじゃないかっていうふうなことも言われています。いずれにしても、自民党が予算が成立するというふうな、この見込みが立ったというふうにも言われてるんですけれども、まだはっきりとしてきてないというところがあります。で、我々がこの動画の中でお話しさせていただいてきたところっていうのは、毎年10万円もらえるお金が増えるという部分。これについてはつまり103万の壁、基礎控除の引き上げというところが、今回のこの予算が成立するまでに、与党が飲んでくれるかどうかというところについてお話しさせていただいてきました。基礎控除引き上げ、103万の壁を、取っ払えということで、国民民主党がこの与党と議論をしているということです。毎年10万円もらえるお金が増えるっていうのは、世帯年収の、例えば200万、300万、500万という形で103万を超える方でも、減税という形で効果がありますと。で、減税額はそれぞれここに書いてある通りなんですけども、例えば300万、あるいは500万だったら11万とか13万とかの減税効果があると。基
基礎控除の額が引き上がる、178万円にもし引き上がるということになると、その103万以下の方が178万円まで働けると。所得税がかからなくなって働くことができるというふうなことだけじゃなくて、それ以上の年収の方にも効果があると。減税という形で経済的効果があるということですね。で、毎年10万円もらえるお金が増えるっていうふうにしているのは、世帯年収はだいたい300万、400万、500万。この辺がボリュームゾーンです。平均年収は、世帯年収は500万というふうに言われてますけれども、ただそれはすごく高額な、たくさん稼ぐような方も含めての金額ですので、ボリュームゾーン、一番多いのはこの300万、400万、500万。だいたい400万ぐらいというふうに思われますと。で、そうなると減税の効果っていうのは11万、12万、13万ぐらいですので、だいたい毎年10万円もらえるお金が増えるという形になってきます。そのためにはこの178万円っていう額に基礎控除が引き上がるっていうことが、必要になってくるんですけども、それについて国民民主党と与党は握ってですね、握るっていうのは約束、覚書を交わして178万円を目指して引き上げますっていうことで、昨年の末に約束をしました。覚書を交わしましたと。ただ、その178万円を目指すというふうに言っておきながら、自民党、与党が出してきた案っていうのは123万円というところにとどまったので、国民民主党としては、いやいや、そんなもんふざけるなと。もう一回仕切り直して協議しましょうということで今協議をしていると。で、その期限が先ほど言ったように、2月末の予算案の衆議院の通過という期限まで迫ってきているということですね。さあ、その動きについて先にちょっとお話ししますと、103万の壁4段階で引き上げる案、与党が示すっていうのが先週の金曜日。これ何かっていうと、103万の壁を160万ぐらいにしますというふうに言ったんですけど、160万ぐらいにするのは、この世帯年収がすごい低い方で、4段階、その年収が上がるについて、この基礎控除の額を160万から逆に下げていくというふうな形に、なっていて、その案を、与党が示した。与党が示すと言いながら、これについては公明党も、同じ自民党で出してきたんですけど、公明党はどっちかというと、国民民主党寄りで、より手取りが増えるっていうところについて理解をしているっていうふうな形ですと。いずれにしても、この与党がこの4段階の引き上げ案、逆に言うと4段階で引き下げですよね。年収が上がっていくにつれて、減税効果がなくなっていくっていうふうな案について、国民民主党は、納得できませんと。今日ですね、午前中協議をしたようで、国民民主党は所得制限の完全撤廃を要求するという方針を決めましたというふうな形になっていますということで、まだまだまとまっていないという形になっています。自民党は予算を通過させるために維新と組むんじゃないかというふうに言われています。維新が掲げるさっき言った高校無償化というところについては6000億ぐらいの予算で済むと。で、ただこの103万を178万に引き上げるということについては、7兆円ぐらい、6兆円、7兆円かかるというふうに言われているので、それでは、たくさんお金が必要になってしまう。税収減というふうな形になってしまうので、なので、その維新と組んで予算は通過させるんじゃないかなというふうに言われてますと。いやいやいや、国民としては178万円になるのが妥当なとこでしょ。30年前に決められた最低時給611円の時103万であれば、今最低時給1055円であれば178万円になるっていうのが、同じ時間だけ働く基準では178万円というのが同等になってきます。であれば、今178万円にもなってしかるべしで、今後石破首相は最低時給1500円にするっていうふうに言ってるんで、1500円に2029年ぐらいまでにしますっていうふうに言ってるんで、引き上げていくことに、よってはですね、この178万円をもっと引き上げて253万と。同じ30年前と同じ基準で言っても1500円になったらですね、253万円が基礎控除の額になるっていうのが、同じ基準になりますので、なのでもう今178万円にまずもうなって、そこからさらに引き上げていくっていうことを明記すべきだというふうに、国民民主党は言ってますというところです。ただそれについてまだ協議は決まっていない。自民党はおそらく維新と組むんじゃないかみたいなことも言われていて、まだまとまっていないといったような形になっています。こう本当に先週ぐらいに決めないと、この、予算案を修正するのにやっぱり時間はある程度かかるので、今週まで議論してるってのはちょっと本当に信じられないんですけれども、先週では決まらずということで、今週に、野党との協議が持ち越されたといったような状況です。さっき言ったように本当に維新と組んで予算は成立させるんじゃないかっていうふうにも
言われているんで、それがどうなるかっていうところについては本当に注目なんですけれども、もし本当に維新の案に賛成して、維新はこの予算に賛成しますということで、この国民民主党の案は保護にされると。123万円にとどまって、この178万円というところまで全然上がらず、この減税の額っていうことでは、もう本当123万円になっただけでは、このそれ以上の年収の方にはそんなに効果がほとんどないというふうな形にもなるっていう計算もありますので、その後本当国民のもらえるお金っていうのは全然増えないまま、この予算を通してしまうというふうな形になってしまうということになってきましたということですね。さあ、この毎年10万円もらえるお金が増えるかどうかっていう、この議論っていうのは、本当に今大詰めで、おそらく今週のこの頭でもいろいろと議論されてくるところだと思いますので、本当に自民党はこの全国民じゃないですね。働くほとんどの方が毎年10万円もらえるお金が増えるっていうことについて実現になるのかどうかというところについても見守っていって、また速報でお話しさせていただきたいというふうに思います。それからもう一つの10万円。全国民10万円給付。これは国民民主党がインフレ手当ということで、全国民10万円の給付っていうのを実現したいということで、党の政策として掲げていました。で、それをずっと掲げて、あとは消費税減税とかですね、掲げてきたんですけれども、それについて最近あまりフォーカスされていない、国会で議題として提起されてないので、それについてはどうですかということで、今朝また確認で聞いてみました。昨年の末ですね、こういった、全国民10万円給付ということについては、まだ党の政策として残ってますかっていうふうなお話を伺ったところ、残ってますというお話だったので、安心したんですけれども、それについて、今後どのタイミングでお話しされるのかなっていうのが非常に気になってましたと。で、その後に、もう一回電話させていただいたところ、今は次元的なことで、この予算が決まるというところまでについては、議論しませんと。それは基礎控除の引き上げ、103万の壁を178万円まで引き上げるということについて議論しているので、そこについてはフォーカスしません。そこについてはっていうのは、全国民10万給付ということについては、フォーカスしません。提起しませんということで言ってました。じゃあ今後この、もしこの2月の末までの予算の審議の間で、103万の壁の審議っていうのがある程度一段落ついたら、いわゆる引き上がります。あるいは引き上がりません。123万円にとどまりますっていうことがわかるわけですから。そうなった場合は、このどのタイミングで全国民10万円給付、このインフレ手当全国民10万円っていうのはどこで提起するんですかということが気になったので、今日の午前中ちょっと電話をして、独自に取材して聞かせていただきました。さあ、国民民主党の本部に連絡をしたという形ですね。このインフレ手当全国民10万円というのはどこで提起しますかというふうなことで聞いてみたところ、参議院選挙とかでフォーカスしていきますか、この予算の審議までに話さないっていうことになれば、じゃあこの103万の壁が一段落ついたこの参議院選挙でフォーカスしていきますか。こちら6月ぐらいですよねと、いうことであれば、じゃあそこまで、ごめんなさい、7月ですね。7月の20日っていうことであれば、そこまでにフォーカスして話していきますかっていうことで伺ったんですけども、それもちょっと未定ですと。参議院は参議院で出すと思うっていうふうな話だったので、参議院でもう一回やっぱりこの103万の壁っていうことにフォーカスしていくのか、あるいはインフレ手当全国民10万円ということでやるのかっていうことについては、未定ですというふうなお話でした。で、今これで言いたいのが、今回この毎年10万円もらえるお金が増える。つまり、この基礎控除の引き上げというところについて、議論がされたわけですけれども、もしこれで全然、基礎控除の引き上げ、今103万円が178万円にしたいというふうに言ってるわけですけども、それが123万円にとどまって、働ける時間、パートの方、アルバイトの方が所得税かからずに働ける時間がそんなに増えないし、あるいはそれ以上の年収の方にとっても、本当はもらえるはずなのにもらえていなかったこの、税金で取られていってしまった、所得税で取られていってしまった部分、所得税のこの基礎控除の部分については今後もらえるようになるかっていうと、それもあんまりもらえなかったと。だとします。であれば、だったら、
全国民10万給付やってほしいというふうに我々国民は思ってますというところですね。視聴者様、これ何度も出させていただいてきてるんですけども、我々のこのチャンネルのご登録者様が主な投票者様になるんですけども、1500票、今はもっと超えてますけれども、そのご投票の結果、何をやったらいいですか、基礎控除の引き上げですか、消費税減税ですか、それとも給付金ですかっていうふうにアンケートを取らせていただいたところ、約9割、89% の方が全国民1人10万円給付金っていうのをやってほしいというふうに言ってます。何よりも全国民10万円給付を実現してほしい。これ何かっていうと、何か物を買うということについて、そこにかかる税金が減る。あるいは将来かかる税金、所得税が減るということではなくて、今目の前のものを買う、そのものを買うそのお金がないですっていうふうに国民は言ってるということなんですね。この基礎控除の引き上げが実現して、あるいは実現しなかったとして、この議論が一段落ついたら、ぜひ10万円給付金やってほしいというふうに国民は思ってます。今申し上げたように、今の生活がとにかく苦しいと。目の前の支払いとか購入に使いたいっていうふうな実感を持っているということです。税金がなくなります。所得税が減ります。将来。そんなことじゃなくて、今その目の前の支払い。何か食品を買う。あるいは電気代、ガス代、水道代のこの支払いに使いたいですというふうに思ってます。とにかく物価が上がって給料は目減りしているっていうふうな状況です。物価はもう何回も言ってますけども、スーパーに行って物の値段が上がってる。これも当たり前になってきましたね。2割、3割どころじゃない。5割上がってるもの。物によってはそれこそ倍になってるようなものもありますと。そんだけ物価が上昇している。生活に必要なお金っていうのがめちゃくちゃ上がってるにもかかわらず、給料は目減りしてますと。最低時給上がってますよ。あるいは、ベア 5% ですよ。大手の会社もね、ベースアップって言って、今年は去年よりも 5% みんな給料上がりましたよ。大半、国民の大半は中小企業に勤めてます。で、中小企業で月給をもらってるんで、バイトの最低時給上がったと。パートの最低時給上がった。あるいは、ベースアップしました。大手の会社がベースアップしましたって言われても、ほとんど影響がないっていう人が大半です。その大半の中小企業に勤めて月給をもらってるっていう人は、給料がほとんど増えてないと。物価が上昇してるのに給料が増えてないってことで言うと、実質目減りしてるのと一緒なんで、生活はめちゃくちゃ苦しいと。今の生活がめちゃくちゃ苦しい。現状は厳しいということになっていて、目の前の支払い、購入に使える現金がすぐに必要だというふうな状況になっているということです。その全国民10万円給付について、やりますかやりませんかと。フォーカスしてぜひやってくださいというふうに、思っているので、その国民民主党に先ほど聞かせていただいたところ、今ちょっとその予算の審議っていうところまでではフォーカスしないというふうに言ってるということですね。で、この議論で本当に思うのは、結局、この与党になれないと、この政策の実現って本当難しいんだなっていうふうに思いました。っていうのは、あくまでこの議席数を、28議席でしたっけ、増やして、自民党が過半数を割れたので発言権を持っているというところに過ぎなくて、この自民党と協議して、何かを飲んでもらうっていうことについては、いくらか可能性はあるという部分ですけども、結局今回のこの103万の壁のように、いろいろ分かりました。178万円目指して引き上げるっていう気持ちは表明しますって言われたところで、結局123万円っていうものを出されたりとか、他のもうちょっと安く予算が済むっていうような案を出されたら、それを安いから飲むっていうわけじゃないですよとか言いながら、結局その6000億で済む維新の公共無償化の案に組みするというふうな形で、そこでなんとか予算を成立させるという形で、なかなか政策の実現ができないということが結局分かりましたというところがあります。なので、今回いろいろ結局譲ってしまうとか、譲らざるを得ないっていう形で、このある程度この安い金額で、妥協してですね、それで何か予算を通すということよりも、結局議席をもっと増やして、発言権を持つっていうこと以外は、結局政策の実現なんて一生しないんじゃないかなというふうな印象も持ちました。なので今回国民民主党に対して、私ちょっと個人的な意見ですけども思うのは、
いろんな内容について、妥協するっていうことも当然いいと思うんですけど、全部叶わないとしても、ある程度そこに近いもの、150万だの、160万だのっていうところで基礎控除が、決まって、いくらかは手取りが増えるようになって、そして178万円めがけてはどういうふうに上がっていくんだ。あるいはその最低時給が上がる、生活にかかるお金がもっと増えるということにおいては、それもどんどん上がっていくんだと。基礎控除の金額っていうのはインフレ、生活の実情に合わせて上がっていくんだっていうことについて明記されるというところで、なんとか妥協するというのもいいと思います。ただ、最初に言ったように、この結局議席をたくさん持たないと思うような政策っていうのは実現しないっていうのがやっぱりあるなっていうふうに思ったので、ここでもう絶対譲らないっていうふうな形で徹底的に突っぱねてですね、いくっていうのも一つの手じゃないかなっていうふうに思いました。これ賛否両論あると思いますけれども、そうすることによって国民は、もう信じられると思うんですよね。そういったことで掲げて結局予算に鑑みて自民党に妥協するということで手を結ぶんではなくて、結局やっぱりやりたいことをちゃんと実現しますよっていうことで動くということになれば、参議院選挙、それからもう、いずれ来るですね衆議院選挙でも、国民民主党を信じて投票するっていうことができるんじゃないかなというふうに思ってます。で、この10万円給付、国民民主党がもともと掲げていました。ただ今予算の審議をやっているので、このタイミングではフォーカスしてお話しすることはありませんという状況ですね。今後、もし議論していくとすれば、その参議院選挙、あるいはもっと先というふうなことにもなってくる可能性っていうのはあると思うんですけれども、国民はとにかくやってほしいという気持ちを持ってます。それは本当に国難の事態だからです。さっき言ったように、物価が上がって給料が上がってないっていうふうな実態があって、そしてコロナ禍は国難の事態なんで出しましたというふうなことがあったと思うんですけど、今のが国難っていうふうな方もと思ってるっていう方も多いと思うんですね。それはさっき言ったように、コロナ禍も食品の会社、外食の会社、あるいは旅行の会社、あるいは交通に関するような会社、これは外出制限ありましたので非常に苦しかった。ただ我々一般的な国民の大半も本当に苦しいということは、もしかしたらコロナ禍よりも今の方だと思います。それは物価が上がって給料が上がったりと。なので、国難じゃないからやらないっていうんじゃなくて、国民の生活実感としては今の方が苦しいんで、ぜひやってほしいなっていうふうにも国民が思っていると。非課税世帯、低所得世帯っていうところに対しては、補助金、給付金っていうのは結構出てると。で、それ以外についてはさっき言ったコロナ禍の全国民一律の特別定額給付金以来に出てませんので、その2回もやってほしいってやっぱりみんな思っているということですね。で、どこに対して給付金出すのがいいですかっていうアンケートも実は前に取らせていただいたことがあって、そこの中でも、全国民一律給付金というのはやっぱり欲しいっていうのが9割ぐらいになってますと。低所得者向け、高齢者向け、そういった非常に苦しいところに向けて給付金出す。それもいいよというふうな案ももちろんありますけれども、やっぱり全国民一律で給付するっていうところが求められているということですね。で、さっき言ったように、与党が選挙対策で決定するっていうこともありますけれども、なかなか自民党はやりそうにもないっていうふうな状況もあるので、やっぱり野党が議席数増やして実現するしかないかなっていうふうにも思ってますと。で、タイミングとしては、やっぱり選挙だったりとか、あるいは予算が通過するところまでっていうところだと思うんですけど、この全国民10万円給付っていうのは、この予算までは国民民主党が議題に挙げてない、提起してませんので、おそらくここまでは決まらないと。全く決まる気配もないんで、あるいは参議院選の選挙前に何かフォーカス、どこかの党が政策としてフォーカスして出すというふうなことだったりとか、あるいはこの衆議院選挙いつかですね、来て、そういう選挙があれば、また掲げるっていうふうな可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、給付金を推している政党っていうのも、最近お話しさせていただいてこなかったんで、お話しさせていただくと、国民民主党は先ほど言ったようにインフレ手当として給付金、10万円というのを掲げているというところですね。今は手取りを増やす103万の壁に注力しているということがあります。これ年末ですね。去年の年末に聞いたところですが、令和新選組っていうのは、もちろん今も10万円、1人10万円の季節ごとの1回、年間で40万円給付するってことを目指していきますというふうに言ってます。で、これ、去年の年末に聞いたんですけど、今回のこの衆議院のこの国会の中でも、代表質問の中、令和新選組の代表質問で、もう一番最初にですね、とにかく10万円給付のかける
年間でこの4回給付するということをいいの一番でおっしゃってましたんで、令和新選組かなり前のめりで、この全国民10万円給付、全国民に現金10万円給付かける年間4回、特別定額給付金の2回目どころか、それを1年間で4回やると。つまり今国にお金を払いまくってるんで、税金を減らして国民にお金を給付するというところをやらないと、この経済が回っていかない、成長していかないというふうにも言っています。それを令和新選組は目指しているっていうのもあって、国民からもかなり支持を受けて、前回の選挙では議席数を3倍にしましたということですね。なので、こういった国民民主党令和新選組っていうのが頑張ってもらって少しでも議席を増やしてもらうところについて、今後議論していってほしいなというふうに思いました。先ほど言ったように議席がそんなに多くないっていう限りにおいては結局最終的にはその政策の実現なかなか難しいなと。お願いベースになるんで、なかなか政策実現が難しいっていうふうなことが、今回のこの予算の審議の間、いろいろのらりくらりとやられるものが結局実現しない可能性もあるんだなっていうことが分かりました。で、10万円給付、ずっと前からお話しさせていただいてきます。1年とか2年ぐらい前からお話しさせていただいてきてますけど、国民民主党が議席を増やして与党入りする、あるいは与党と審議して実現するっていうふうなシナリオについてお話しさせていただいてきたんですけども、やっぱり核にならないとダメですね。もっと議席を増やして、与党に対して発言権を持つ程度じゃなかなか難しくて、やっぱりその意見に対して、国民民主党の掲げる意見に対して、賛成しないともう何も回らないというぐらいに議席数を増やすとか、そういうような状態にならないとなかなか厳しいんじゃないかなというふうに思いました。ストーリーとしてはもともとお話してきたところ、だいぶ近づいてきてます。国民民主党が議席を伸ばし、国民の支持をたくさん得てるから議席を伸ばして、そういった与党に対して発言権を持つ。ただやっぱりそれだけでは難しいのかなということを思いましたんで、そういったもっと議席を増やすというところが必要なんじゃないかなというふうに思いました。ただ少しずつ前進はしていると思うんですよね。で、全国民10万円給付っていうのをもともと掲げていましたし、今の基礎控除、引き上げっていうところに対しても、国民に対してお金を還元する、お金を回すというところについてはすごい前向きな政党なので、これからも国民の支持は得れるんじゃないかと。私どこの政党を支持しているとかっていうのはないですけども、国民の生活が良くなるっていうことについては、結構前向きな政党なんじゃないかなというふうに思ってます。もちろんその令和新選組もですね、そういうふうに1人10万円の4回給付というところについて掲げてるんじゃないかな。掲げてますので、国民のなんて言うんでしょう、その生活を豊かにするというところについては前向きなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、公明党もそうですね。最近公明党も、自民党が出してきた案について納得しないんで、やり直すように自民党に行ったりとかですね。結構その国民の生活については、前向きに掲げている政党じゃないかなと。ここに来て、与党の中でもそういった意見、公明党からも意見が出てきたんだなっていうふうにも思ってます。なんで状況結構ずっとこの、なんていうんでしょう、税金が増えていくとか、給付金は絶対ないっていうふうな状況だったのが少しずつ、変わってきてるのかなっていうふうにも思います。この全国民に現金10万円給付した特別定額給付金の1回目っていうのは、その公明党が自民党に、言ったというところもありますと。で、実現したっていうのもあります。国民のもちろん世論調査もあって、圧倒的に全国民10万円給付やれっていうふうな声があった。そして、公明党からも、自民党に突き上げをして、10万円給付やりましょうよっていうふうな話を挙げた。その結果実現したっていうのもあるので、状態としてはいろんな政党が国民の生活を豊かにしましょうと。国民にお金回しましょうっていうふうなことでお話をしてきてるっていうところがありますので、給付金をしている政党の動きっていうのも、もちろん注目ですし、そういった動きはいろんなところから出てきてるのかなというふうにも思いました。で、今週のこの予算の審議ってところで、働くほとんどの人の手取り増やすという可能性がある103万の壁、基礎控除の引き上げというところの金額っていうところについては、ある程度決まってくるっていうのがあると思いますので、それもまた決まりましたら、そこでお話しさせていただきたいというふうに思います。で、こういった給付金とか補助金に関してのお話しさせていただくと、本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。本当にたくさんご覧になっていただきまして、ありがとうございます。で、たくさんご覧になっていただいて、たくさんご意見入れていただいてます。この概要欄、その下のコメント欄でですね、こういった給付金とか補助金に関してのご意見、たくさんいただいてます。それも本当にたくさんいただきまして、ありがとうございます。で、ぜひですね、皆様の思っていらっしゃるところを同じようにコメントでまた入れていただければなというふうに思ってます。賛成とか反対とか、もう本当に一言だけでも構いませんので、
お入れいただければなというふうに思ってます。この動画を見ていただいている方の中には、政治家の方も少しはいるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、こういった我々一般的な国民がどういったことを思っているかということについては、少しでも伝えてですね、政策は全部実現しなくても、我々一般的な国民がどういうことを考えているかということぐらいはぜひ伝えたいなというふうに思ってますので、ぜひご意見一言でも構いませんので入れていただければなというふうに思ってます。それから、この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出たら知りたいと思っていらっしゃる方、給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請してできるだけ早く給付されたい、あるいは給付金の給付確実に完了させたいというふうに思っていらっしゃる方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。本当に佳境の佳境ですので、新しい情報がありましたらすぐに速報させていただきたいと思います。土曜も日曜も関係なくですね、祝日も関係なく、新しい情報がありましたらすぐにお伝えさせていただきたいというふうに思ってますので、注目していただければなというふうに思います。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。